どうも KSK です。今年の iPhone は僕は iPhone Air に決めました。iPhone 17 Pro と iPhone Air どっちも買ってみたんですけども、やっぱりこの薄さがねすごくいいなと思いまして、こちらに移そうということで、散々いろいろね動画は撮ってきたので、ここでやっと引き継ぎをしようという感じですね。で、引き継ぎをするとき毎回ちょっと不安になるんですよ。おそらくみんなもそうだと思うんですけど、あれこれで合ってるっけみたいな、このなんか引き継ぎでそのままいけるんだっけみたいなのね、すごく不安になる方もいらっしゃると思うんで、ぜひ今回は一緒に引き継ぎのポイントを確認しながら新しい iPhone に一緒に引き継いでいきましょう。ということで早速いってみましょう。はい、ということで僕は今回は iPhone 16 Pro から iPhone Air への移行になります。今回の手順に関しては別にこの iPhone 16 Pro から17 Pro に移行するとか他の機種に移行するという時も手順は一緒です。ちょっと OS 感が違う、要は iPhone から Android に移行する時っていうのはちょっとね、若干こう勝手が違う部分もあったりするんですけども、iPhone から iPhone に移行する時の手順は一緒なので、ぜひ iPhone 17 Pro に乗り換えるとかそういう人も見ていってくれると嬉しいなと思います。ということで移行をやっていくんですけども、移行する前に一応確認しておくべきことがいくつかあります。まず一つ、時間がかかるので時間が空いてる時にやってください。だいたいね、本当に夜通しかかる時とかもあるので、僕はだいたい寝る前に、もうやっておいて朝起きたら移行ができてるみたいな感じにねする時も多いです。で2つ目、容量を確認してください。どっちもね今回僕が買ったのは 256GB なので、基本的には移行できるはずなんですけども、前の iPhone の容量がギリギリだと移行できない時があるんですよね。なんかシステムの問題なのかちょっと 256GB オーバーしちゃうみたいな時があるので、そういう時は iCloud を使って移行することもお勧めします。一時的に iCloud を使ってそっちにデータを避難させて、で、移行できたら iCloud をまたね、低い容量のものに戻すとか、そういうふうなこともできます。だと移行前にマストでやらなきゃいけないのは LINE ですね。もう逆に言うと LINE 以外のことは別に移行後でもできます。例えば銀行とか2段階認証アプリとか、あとゲームとかね、そういうのの引き継ぎって移行後でもその前のデバイス側で設定をすれば移行ができるんですよ。ただ LINE だけはそれができなくて、 LINE はもう引き継いじゃったらその引き継いだ後のデバイスでしか LINE が使えないので、なんかそこは結構注意かなという感じです。ということで LINE の引き継ぎ設定やっていきましょう。ケイスケの動画。はい、ということで LINE のトークの引き継ぎ設定やっていきましょう。こっちが iPhone Air で、こっちが16 Pro ですね。iPhone Air の方はもう完全に初期化しています。はい。で iPhone 16 Pro の方で今から、LINE をね設定していきます。でこの LINE のメインのところですねの設定歯車マークを押して、ここの下のバックアップ引き継ぎの欄からトークのバックアップを押します。はい、これで、バックアップをします。前回のバックアップこの前なのでそんなに多くなくてもいいかもしれないんですけども、バックアップをしておくと。でこの今すぐバックアップポチッと押すとサクッとバックアップができます。これで待つだけですね。はい、でこれでアカウントの引き継ぎを行いますかって出るんですけども、これは1回閉じるを押しちゃいます。これでアカウントの引き継ぎっていうのを押してもいいんですけども、なんかね Android に移行する時とかに最大14日間の履歴しか移行されないっていうパターンがあるらしいんですよね。なので後でこっち側新しい iPhone 側でバックアップを復元するってやり方の方が、全部ねバックアップできているっていう形になるので、そっちがいいかなと思います。ということでこのままできたら他の設定もあるんですけども、バックアップのピンコードこれ設定してない人が出てくると思います。一応バックアップ用のピンコード覚えてない人もいるんで、このピンコードも覚えておきましょう。でですね、ここでもう1個確認しておくことがあって、ここですね、設定のところから選択してもらって、ここにちゃんと電話番号とメールアドレス、あとパスワード、これがちゃんと登録できているか確認してください。これで後で引き継ぐことになるので、パスワードねもう登録してあるんですけども、登録してない人はパスワード登録して、忘れちゃったよって人はここでねパスワードを変更することができるんで、こっちからもうパスワードを変更しちゃってください。でここまでは基本的にはもう大丈夫なんですけども、一応注意点としてはトラップでここのね簡単引き継ぎ QR コードみたいなの出てきちゃうんですよ。でここでもちゃんと移行はできるんですけども、これで移行しちゃった時に、最大ね14日間のトーク履歴しか移行できないんですよ。なのでトークのバックアップをしてから引き継ぎをした方が絶対いいと思います。あとここにアカウント引き継ぎオプションっていうのがあるので、2段階認証スキップというのがあります。これ一応オンにしておきましょう。36時間の間はこう引き継ぎをした時に2段階認証をスキップできるというものになります。これね自動的にオフになるので、一時的にオンにしてあげるといいのかなと思います。
ではこれで基本的には準備が整ったので、ここで移行していきます。これちょっと iPhone を2つ近づけた状態で、こっちの iPhone Air やっていきます。僕の場合日本語ですね。はい、日本で。これちなみにそうだ、今電池結構モリモリっとあるんでそのままやってるんですけども、ない場合はちゃんと充電しながらやってくださいね。それかもう 100% に満充電した状態でやるのをおすすめします。僕もねこの後充電しちゃいます。で続けるで素早く簡単に設定、このままいきますね。これクイックスタートですね。でこれつけてあげるといいのかな。よいしょ。ほらこれ来ました。はい、新しい iPhone を設定で今できてきます。なのでロック解除して続ける。はい、これでこういうマークが出てくるのでこれを読み取ります。はい、こうやってもうこれだけ、これで指示してパスポートとか押すとこの形になると思います。このままアクティベートが開始されるので、待ちましょう。もう待つだけ。ソフトウェアアップデートが入ってしまった。こういうのがねどうしてもいちいち入ってきてしまうんで、時間のある時にちょっと余裕がある時にやることをお勧めします。余談なんですけども、早く僕はこの Apple Watch を使いたいんですよね。Apple Watch 新しい iPhone で設定したいから全然この Apple Watch Ultra が使えてなくて、これで困ってます。なんならもう早くこれがやりたいがために今 iPhone Air を設定してるって感じ。ケイスケの動画、はい、やっとアップデが終わりまして、またこの状態にやってきましたということで、はい、でもう一回読み取りだね。もう一回読み取って待機します。でそしたらデータ転送になるのでこれで続きます。一応予測の転送時間が1時間45分って書いてますね。これ続ける。これでもう自動的にサインインできそうですね。一応ちょっとめんどくさいんですけど、この転送されてる間はここでねワイヤレスで転送することになるんで近くに置いておかないとねちゃんと転送ができないんで、それだけ注意してください。はい、でそしたらどこまで転送しますかっていうのが出てくるんですけども、これも全部転送しちゃいます。続ける。はい、もう一応操作サービスもオンにしちゃおう。これちょっとセキュリティコードとかわかんないんで後で追加ですね。カードの追加は今でもいいし後でも追加でもいいし、この Suica とか本来は前のデバイスから削除して送んなきゃいけなかったりしたんですけども、なんか最近のこのタイミングではもう自動的に連携して新しい方に移行されるようになりました。なので Suica とかも特にね事前に設定する必要はなさそうです。はい、これで転送状態になりました。この状態で置いておきます。で近くに置いた状態で、なるべくならこう電源とかも挿した状態で使うのが望ましいので、ここからね僕は一応、電源に挿しながら、転送していこうと思います。このまま放置しましょう。はい、ということでおおむね転送ができました。で何時間もかかるかと思っていたんですけども、だいたい30分ぐらいで僕は終わりましたね。で終わったらこの画面が出てきました。これがですね eSIM の転送ですね。今までは物理 SIM、ナノ SIM みたいなのがね中に入っていて、それを移行すれば使えたんですけども、データ SIM、eSIM になったことによってこっちにねネットワークを経由して転送しなきゃいけないという形になります。なので僕の場合は iPhone から転送かなを押して、ここにある電話番号を使いたいのをチェックと。でこれで転送承認っていうのがあるので、よいしょ、これダブルクリックすると転送が承認されます。通信事業者用のアカウントの暗証番号があるんですね。これちょっと問い合わせなきゃいけないですね。僕の場合は多分これで合ってるはず。はい、これでアクティベート中になっています。はい、これで設定が完了しました。サクッとですね。お、なんか画面が出てきた。iOS26 のなんかこう説明が出てきますね。iOS26 なんかね、ちょっとデザイン僕的にはいまいちなんですよね。なんか前のフラットなデザインの方が好きなんですけど。無事に転送完了して、今アプリのダウンロードとかが入ってる感じですね。で、アプリのダウンロードとかはもうどうしても先に使いたいよってものはこうやって長押ししてダウンロード優先を押してあげると一番最初にダウンロードが優先されます。なのでSNS 関連とかね先にダウンロードしたいよって人はこれで、いきます。で LINE 開いてみます。ポイント押すと、本人確認するというのが出てくるので、電話番号でログインでこの状態で暗証番号を求められるので暗証番号を押します。はい、もうこれだけで復元が完了になります。もうバックアップもされてるんで、過去のものですね、14日間以前のもの全部ですね、バックアップが取れて、もうすでに見れる状態になっています。で、一応気になる人いるかもしれないんで補足しておくと、このね、LINE に送られてきたファイルですね。LINE の送られてきた例えば PDF ファイルって LINE で1回開くと保存されてるんですよ。要は端末自体に。そういう要はファイルも引き継げるんですかっていうの気になる人いると思うんですけども、それも引き継げます。
なので全くこっちのね古い端末に入っていた LINE と同じものが入るというイメージで移行ができます。これ簡単ですよね。はい、でこれでね、完全に移行ができたんで、あとやりたいことで言うと、Suica とか、あとは銀行系2段階認証、この辺ですね。この辺は前のアプリの端末から開くことになります。例えばゲームとかどうなんだろう。はい、ポケモンカード開きます。はい、この状態ですね。もう完全に引き継げてそう。そうですね。全部カードとかもそのままですね。で、アプリによっては iCloud とかじゃなくて、アプリ専用のね、クラウドストレージに貯めてる場合っていうのもあるので、ちょっとアプリによってもしかしたら、直接ダウンロードしてこなきゃいけないとか、移行の手順がある場合もあるんですけども、こういうポケポケとか、人気のゲームの場合はそのままもう移行できるのかなという感じです。あと設定してる人は、このオーセンティケーター、要は2段階認証アプリですね。これ僕今登録はしてないんですけども、これでこうアカウントを移行っていうのがあるので、2段階認証アプリ入れてる人とかは、これでね、エクスポートして、新しいアカウントに移行してください。ケイスケの動画。はい。ということで、移行。意外と簡単にできましたね。もうほんと手順としては、昔よりなんか気にするポイント多くなくなって、かなり楽になったなと思いました。で、このまま新しいね、iPhone 使い続けると思うんですけども、一応ね、前の iPhone も1週間ぐらいは持っといた方がいいと思います。で、なんでかっていうと、銀行のアプリとか、さっきの2段階認証アプリとか、それこそ1週間ぐらい使ってみないと、これ移行し忘れたみたいな、そういうのが結構あったりするんで、前の iPhone 初期化する前にまずは1週間ぐらいは新しい iPhone 使ってみて、大丈夫だっていうのが分かってから初期化して、それこそ中古で売っちゃうとか、そういう風にした方がいいかなと思います。ということで、僕はねこっちのApple Watch の方も基本的に設定が完了しました。なんか謎に Apple Watch の通信が全然設定できなくて困ってはいるんですけども、それをちょっとソフトバンクに聞いてみます。大体こうアカウント移行するときに不安じゃないですかね。そういう不安な時あると思いますので、ぜひこの動画見て一緒にやっていただければと思います。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。